どうもベルです。今回はグランドマフィアで周年記念イベントが来たので、その攻略をやっていこうかなと思います。多分おそらく多くの方が思ったと思うんですけども、今回周年記念、イベント来すぎて、もうわかんない。何したらいいかわかんない。ぶっちゃけ私も最初はそうで、朝画面開いた時、正直そっとじして、一応、周長のイベントが、街頭覇者だったので、街頭覇者狩りに逃げたんですけども、さすがにちょっとやんないわけにもいかないので、一応真面目にやり始めました。で、今回のイベントを、いろいろと、効率的にやっていく方法だったり、そもそもこれやるべきなのっていう、ところもあるかなと思いますので、ぜひ今回の動画、最後までご覧いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていきたいんですけども、まず最初に、今回のイベントの目玉ですね。で、一応今回の目玉は、こちらの、周年記念の、限定の別荘スキンですね。デザイン的にも、結構良くて、あとバフが、チーム攻撃と、チーム HP と、トレーニングスピードと、3つ優秀なバフがついてくることもあって、かなり魅力的なスキンなのかなと思います。あとは、新英雄が、実装されておりまして、こちらの、マダムですね。タレント生産量アップと、あとは、タレント容量アップ。で、最後に、ダイヤ生産アップの、スキル持ってるんですけども、正直な感想としては、別に無理してあげなくても良いかなと思ってます。もちろん、ありがたいことで間違いはないんですけど、タレントポイントの、生産バフが上がったからといって、劇的に世界変わるってことは正直ないので、ダイヤ生産バフも、ありがたい一方、これ、金にしても75%なんですよ。他のダイヤ生産バフ持ち英雄は、150% なのを考えると、正直ちょっと、いまいちかなと思ってます。あと残りの目玉は、こちらの、ノーマルの進軍スキンを、上位版に変えられるコインですね。一応今回は対象となっているのが、昨年の周年記念で、実装された、荒野の戦車を、上位版の、絶叫の戦車に、変えれるコインですね。この青の戦車が、どうしても欲しい方は、狙ってみるのも、十分にありなのかなと思います。一応この3つが、目玉かなと思うんですけども、これを交換するには、ローズコインというアイテムが必要です。で、このローズコインを集めていって、欲しいアイテムと交換する。そして、今回、新スキンの、パペットの王進軍スキンが、実装されたんですけども、そちらは、えーっこちらですね、ミュージアムの聖典のランキング報酬で入手することができます。ミュージアムチケット、どれだけ集めたかによるランキングなんですけども、マッチングの中で、トップ10に入ると、先ほどのパペットの王の進軍スキン。で、11位から、50位に入ると、パペットの兵士の、進軍スキンを入手することができます。なので、今回は、ローズコインを集めて、欲しいアイテムとどんどん交換していきつつ、ミュージアムチケットを集めていって、進軍スキンを狙っていく。これが、今回のイベントの趣旨で、ローズコインと、ミュージアムチケットを集めていくために、いろんなイベントをやっていくという、イメージになるのかなと思います。で、また、今、来てる今回の周年イベントなんですけど、今出てるイベントが、すべてではありません。おそらく3部構成です。昨年の周年イベントが、3部構成だったことから、今回も3部構成だと予想してるんですけども、イベント期間が、今回合計で18日あるんですね。で、今ちょっと撮影してるタイミングがちょっと2日目というところもあって、残り16日となってしまっているのは、ちょっともし、ご容赦いただければと思うんですけども、あと一応残り3日半とかで終わるイベント結構あるんですけど、それ終わって何も来なかったら、もはや周年イベントとして成立しないので、今後どんどんイベントが、追加できていくのは、間違いないことなのかなと思います。で、どんなイベントが来るかの予測も少しあるんですけども、とりあえず、今来てるイベントの攻略をしてから、最後にイベントの予測をしていこうかなと思いますので、すいません、予測していこうかなと思います。で、まずなんですけども、こちらの、フラワーパレードですね。で、このフラワーパレードと、花探しの旅と、花園の誘い。花園への誘いですね。この3つは、ある種セットになってます。で、この3つのイベントで、統一したアイテムとして、パーティー招待状というのがあります。
で、このパーティー招待状を、基本的に集めていくイベントなんですけども、このパーティー招待状を、花園への誘いイベントで使うことで、ローズコインを獲得することができて、このパーティー招待状を、使用したことによる、ランキングもありますね。で、これランキング見ると、ちょっとポイントおかしいことになってて、一応1位が私のサバーカなんですけど、なんでこんなポイントになっているかは、ちょっとこの後ご説明させていただこうかなと思います。で、次に、花探しの旅ですね。で、こちらは、マップ上に出現している、フラワースタンドと、フラワーショップを、探索していくことで、報酬を獲得することができます。で、ちょっと今探してるんですけども、今ズームして、これですね。で、探索の方は、やりながらやっていこうかなと思うんですけども、こちらの探索するには、どんどん回復していく、探索回数のみで探索できる通常の探索と、フラワーチケットを使用して探索することができる上級探索の2パターンがあります。で、フラワースタンドでは通常の探索と、通常の探索と、あとは上級探索することができるんですけども、あともう一つ、フラワーショップというものがありまして、こちらでは通常の探索はできずに、上級探索しか行うことができません。ただこちらフラワースタンドで上級探索しても、フラワーショップで上級探索しても、どちらも失敗する可能性はあるので、あるんですけども、ただスタンドで上級探索も、普通の探索も上級探索も全部やっていくとなると、さすが探すの結構大変になっちゃうので、スタンドで、通常の探索をしていただいて、ショップで、上級探索をしていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、こちらの探索が、完了しますと、パーティー招待状を、確定で入手することが、確定ではないですね。入手することができて、あとは資源だったり、装備ボックス交換券などの、報酬を獲得していくことができるので、やっていただく方がいいんじゃないかなと思います。で、次に、フラワーパレードについてなんですけども、こちらですね。で、こちら、フラワーパレードと言っておきながら、パレードをすることは正直そこまで重要じゃないです。組織全体で、どんどんパレードをしていくために、必要な、完成度を貯めていって、パレードをしていこうっていう、ところなんですけど、パレード自体は、完成度が貯まれば、R4 以上のメンバーが、パレードを開催することができまして、でそうすると、組織チャットの方に出てきますかね。あれ出てこないのか。パレード中になってるんで、これですね。で、こちらから1000円送ることができまして、確か1日5回までかな。ただそんなに報酬めちゃめちゃ美味しいわけではないので、気づいたら、1000円送るくらいでいいのかなと思います。ただ、メインが、もちろんこれではなくて、毎日更新される、各タスクを紹介していくことがメインです。ブーストの消費とか、実行ポイントの消費とか、そこまで大変ではないので、毎日やっていただくのがいいのかなと思います。ミュージアムチケット入手することができたり、あとは今回実装されたマダムとか、あとは、そうですね。そちらは、加速とかも入手することができるので、一応本当忘れずにやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、このイベント、実はもう一つやることがあります。やることではないんですけども、できることがありまして、それがこちらのスピード製造です。で、このスピード製造なんですけども、ゴールドを使って、フラワーカー完成度、すなわちパレードをするためのポイントですね。それを貯めていけるものなんですけども、そうすると、アイテムを獲得することができて、その中にパーティー招待状だったり、ローズコインとか、あとは今回のイベントで実装されたチャットバブルを入手することができます。で、さっきパーティー招待状のランキングがなんかもう上位がとんでもないことになってたのは、これをやりまくったからです。で、これ、一見、ゴールドでローズコインとチャットバブルが手に入る。なんてすごいと。これもしかして、簡単に別荘スキルに手に入るんじゃないかと思われた方いらっしゃると思います。ただ、ちょっと待ってください。めちゃめちゃゴールドかかります。これ1回にも100回、最大で、できるんですけども、2万ゴールドですね。
で、これ2万コイン、すいません、2万ゴールド使って、だいたいローズコインが平均で6枚から7枚なんですよ。私の体感値としては、平均で6.8枚くらい。なんですけども、今回3枚みたいになってますけども、本当結構上振れ下振れして、本当1枚の時もあれば、10枚以上もらえることもあります。で、チャットバブルは、だいたい、50万ゴールドに1個くらいの確率です。一応、他のイベントでも、課金なしでローズコイン集めていけるので、それらと、このスピード製造のみで、仮に別荘スキン取るとしたら、もちろん課金はしなくて取れることになるんですけど、450万から500万くらいゴールドかかっちゃうので、普通にしんどいです。ずっとゴールド使ってなくて、メイン組織にずっと在籍させてるファームアカウントとかだったら全然いいと思うんですけど、全然いいと思うんですけど、ところはないと思うんですけど、なかなか、それだけゴールド余ってる方っていないんですよね。以前の気まぐれコラムでご説明させていただいたんですけども、ゴールドそれだけあるんだったら、VIP20 に絶対するべきですし、他にも使える頃大量にあるので、VIP20 で、投資もすべて終わってる。新軍家族とかも、大量にあって、ゴールドの使い道がないくらいの方って、正直ほぼいなくて、で、言ってもほんとめちゃめちゃ強い人なので、その方って正直、今ので無理にローズコイン集めていかなくても、もう課金でどうにかしちゃう方がもうかなり多いので、で、その本当のもうハイ課金クラスとなると、ミュージアムチケットのランキングのためにゴールド温存したいんですよ。こちらなんですけども、今後、ほぼ確実に、普段のゴールド仕様で、ポイント、このミュージアムチケットを獲得できるイベントが、ほぼ確実に来ます。で、もうトッププレイヤーは、もうそこで数百万。人によってはもう1000万とかゴールド使うので、一応さっきの、スピード製造で、ローズコインとか、招待状以外にも、ソフトボックス交換券とかも、入手できるんですけど、それ狙いだったら、別にそっちに課金してったり、SVIP ショップとかで、買ってった方が全然いいので、一応私はゴールドで強くなれることがほぼなくて、今回の新軍スキーは、正直トップ10捨てて、諦めてて。今回、マッチングしてる時に、してる都市に、ELS っていうめちゃめちゃ強い組織がいて、そこのもうハイ課金プレイヤーも何人もいるんですけど、その人たちと、あとAXE で一緒にプレイさせてもらってる、日本最強の方とか、あとも日本トップクラスの方もいるので、その方々と争って、トップ10に入れるかって言われたら、多分結構厳しくて、本当すごい頑張れば、入れるような気はしないこともないんですけど、そうすると、僕のお財布にとんでもないダメージが入っちゃうので、今回はトップ10諦めた感じですね。ちょっと話が脱線してしまったので、本題に戻すと、一応ゴールドでローズコイン集めていくこともできるんですけども、一般的におすすめは正直できない。そんなところなのかなと思います。で、次に、ミュージアムの、晴天なんですけども、こちらはいつもの、新軍スキンイベントみたいな感じですね。ただ、今回は、入手した時点で、ポイントになるので、イベント終了ラスト1時間でまくり合ったりみたいなことはできません。まだ全然レベル報酬アンラックできてないかなと思うんですけど、安心していただいて大丈夫です。2週目3週目でどんどん入手できるようになるので。またつぼみボーナスが1220円。で、開花ボーナスが2440円でアンロックできるんですけども、ローズコインだったり、あとは新英雄のマダムのかけらを入手できますので、アンロックしていただく価値は十二分にあるんじゃないかなと思います。また今回は、パーティーフラワーを集めることによる報酬もありまして、こちらですね。で、アドバンスボーナスは2440円でアンロックすることになるんですけども、先ほどの開花ボーナスまでアンロックした方は、おそらく最後まで、いけるんじゃないかなと思いますので、アドバンスボーナスまで、開放していただくのがいいんじゃないかなと思います。アバターフレーム交換券とか、プレート交換券と、あとチャットバブルですね。この3つ手に入って、ローズコイン60枚、70枚ですね。合計70枚と、英雄30枚って考えたらもう超お得なので、結構おすすめはできるのかなと思います。
で、次なんですけども、荒野の風ですね。で、こちらは課金イベントで、ローズコインだったり、ベストエフェクトだったり、あとは最後に、セイントの衣装をアンロックしていくことができます。で、おそらくこの後も、課金イベント、もしくは、ローズコインをお得に、買っていくことのできるイベント、来ると思うんですけど、最終的に、ベストスキン獲得を、目標とされている方は、ここである程度課金しておかないと、厳しいのかなと思います。で、一応パック更新の月曜日をまたぐことになるので、それを見越して買うパックを選んでいただくのがいいのかなと思います。で、次の買う楽しみについては、ログインボーナスですね。毎日ログインして、報酬の受け取りをお忘れなくというのと、この、上にあるローズコインですね。こちら、買えるのについては、お得なので、別荘スキンの獲得を目標とされている方は、買っていただくのが良いのかなと思います。で、あとは、アニバーサリーについては、イベント参加人数が増えていくと、どんどん報酬がもらえるやつですね。たまに確認して、報酬受け取りをしていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、最後に、競売会の陰謀なんですけども、こちらはイベント限定の、手がかり追跡ですね。毎日、5つずつしかできないので、毎日忘れずにやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、一応今開催しているイベントについては以上なんですけども、今は、花園の誘いイベントが終了すれば、あと今来てる、花園の誘いイベントが終了すれば、おそらく、別のイベントが開始されます。またイベント11日目か12日目ぐらいに、普段の新軍スキンランキングと、新軍スキンランキングの時に来る、毎日のお題があって、どんどんポイント稼いでって、クリアすると、段階報酬もらえて、あとシティごとに段階と、総合のランキングがあるイベント。説明だいぶひどいんですけど、いつものやつですね。それがおそらく来まして、そちらとともに、新軍スキンランキングの、アニバーサリーチケット。そちらが、普段の加速だったり、ゴールド仕様で、入手していくことができます。できるようになると思います。本当最後にはもういつも通り、どれだけゴールド使えるかのイベントで、ゴールド使えるかのイベントになるのかなと思います。あとは普通のイベントでも、確か去年の、周年イベントだと、釣りのイベントとか来てたんですけども、今年は何が来るか、結構、楽しみなのかなと思ってます。ローズコインも、どんどん入手機会、広がっていくのかなと思いまして、そこまで焦らなくても一応大丈夫かなと思うんですけど、一応最終手段で、50枚で、1万2000のパックですね。あれ、こっちないのかな？もうちょっと右かな？これですね。で、こちらもあるんですけども、ある程度課金イベントやっていって、他のイベントも、やっていけば、去年であれば、ベストスキン取ることができたので、ほんとこちらはもう、あくまで最終手段という認識で良いのかなと思います。では、今回のイベントもめちゃめちゃ期間が長いので、楽しんでいきましょうというところで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録および、最近 X の方も、始めましたので、そちらも概要欄よりフォローしていただけると、嬉しいなと思います。では、バイバーイ。